ショットガンが当たらなくて困っている。敵が詰めてきた瞬間、頭が真っ白になっちゃって、どうしたらいいかわからなくなる。至近距離の対面だと焦ってしまって、ショットガンを外してそのままやられてしまう。そんな悩みありませんか？実はこれね、エイムが下手なんじゃないんですよ。ショットガンがなかなか当たらないっていう人のほとんどが、エイム以前のところでつまずいちゃってるんですね。距離の考え方とか、撃ち方の優先順位とか、あとはやらなくていい動きとか、アクション。こういったものをね、知らないままでいると、誰でもね、パニックになっちゃうんですよ。でもね、大丈夫です。この動画で、初心者さんが最初に理解すべきショットガンの考え方と基本の打ち方を一本にまとめましたので、最後まで見ていただければ、ショットガンでどう戦えばいいのかっていうイメージをね、しっかり作ってもらうことができます。難しいテクニックは今回はやりません。今回は基本編の動画なので、ちょっと難しいキャラコンとか打ち方テクニックとか、そういったものは応用編としてまた別で動画を作りますので、そっちを見ていただければと思うんですが、今回の動画は本当に近距離でのショットガン戦が苦手な方が、まずは押さえておくべき内容になっていますので、ある程度ショットガンの使い方は大丈夫だよって人は応用編を見ていただいて、で、まだまだショットガンの使い方わかんないよとか、戦い方わかんないよっていう人は、とにかく対面が怖いよっていう人は、基礎編をね、見ていただければと思います。この動画を最後まで見てもらうと、敵が詰めてきてもね、やることがもう頭にインプットされているので、迷わなくなります。敵との戦闘で、この距離だったらこういう戦い方をするっていうのがわかるので、頭が真っ白になっちゃったりとか、パニックになったりとか、逃げなきゃとかね、そういったことがなくなると思いますので、ぜひね、最後まで見ていただければと思います。そして、この動画が少しでも役に立ったと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では、行きましょう。はい、それではね、今回はエイム練習マップを使っていろいろ解説していきたいと思うんですが、はい、ではね、まずおさらいとして、ほとんどの方が知ってると思いますが、今回は基礎編なので、ショットガンの特徴からね、解説していきたいと思います。で、まず1個目、ショットガンの適正距離ですね。で、ショットガンの戦闘において、一番大事なのがね、適正距離なんですよ。この距離によってダメージって変わってくるので、これをまず把握することは大事です。で、今回のシーズンで言うと、このポンプショットガンと、ツインハンマーショットガンと、あとソブリンショットガンが3つかな、あると思うんですが、それぞれの武器の特徴と、ダメージ、適正距離っていうのが変わってきます。で、あとショットガンね、大きく分けて2種類あるんですけど、単発系のショットガン。例えばこのポンプショットガンだったら、単発系なんですね。一発撃ったらカシャンとこう、リロードが入ります。なので、連射ができないですね。今これ連射してるんですが、どんなに速くても、これぐらいの連射速度。続いて、連射系のオートショットガン。今シーズンで言うとツインハンマーなんですが、こうやって連射ができるんですね。そう。で、今回このクリエマップでは、リロードがないので、ちょっと永遠に撃ち続けられちゃうんですけど、この2種類がありますと。単発系と連射系の2種類があります。で、もう1個、ソブリンショットガン。こちらについては、単発なんだけども、連射も速いんですね。そう、だからこういったいいとこ取りのショットガンというのもあります。で、続いて、適正距離のダメージなんですが、ポンプショットガン、単発の方が基本的な威力って高いんですね。例えば、距離が、じゃあ10メートルでいこうか。10メートルで撃った場合、この人の胴体に撃った場合、胴体に撃った場合、114と出てますよね。だいたいこれぐらい。で、同じ10メートルの距離なんだけど、オートショットガンにした場合って、レティクルがちょっと大きくなりますね。これ単発ポンプ。これが連射のオート。レティクルがちょっと広くなりますよね。なので、ダメージがちょっとちっちゃくなります。で、ショットガンって、弾が一発じゃないので、一気に3弾がね、まとめて出るっていう形になります。で、複数の弾が、この白い枠の中にランダムで飛ぶっていう形になります。レティクルが大きいと、スカスカ。レティクルが小さいと集中。こういうイメージですね。レティクルが大きいのと小さいの。違い分かりますよね。大きいのと小さいの。で、この弾が多く当たるほどダメージっていうのが伸びます。なので、例えば、このレティクルにちょっと収まってない場合はダメージがやっぱり少なくなります。こんな感じで。ダメージが半分になります。こんな近距離だけどもダメージが半分になりました。弾が半分ぐらい当たってないんですね。対してこっちだと全弾当たるんで、ダメージも高いと。全弾当たるとダメージも高い。半分だけだとダメージも低い。基本的にショットガンは全弾当たるように撃つっていうのが強いです。次は、腰打ちと ADS の考え方になります。で、腰打ちっていうのは、もうそのまま、この状態でショットガンを撃つっていうこと。で、ADS っていうのは、覗き込みボタンを押して、レティクルをこう、絞った状態で撃つ。これ ADS 状態で撃つっていう風に言います。で、何が違うかというと、先ほど解説したこの違いですね。弾が広がるか集約するか。
で、これどうしたらいいのかっていうと、この ADS はね、しなくていいです。初心者さんのうちは。もうこの腰打ち状態で普通に打ってください、こうやって。そう、なぜかというと、ADS って、覗き込んで、さらに打つボタンを押さなきゃいけないんですね。で、覗き込んでる状態だと、基本的にこの動きが遅くなるんですよ。腰打ちに比べたら。動きが遅くなっちゃうので、ADS で覗きながらこうやってね、狙いを定めるのって、結構相手からも打たれやすいので、基本的にはやめて、腰打ち状態で打つようにしましょう。例えばね、ADS で打つときって、こういう離れてるときって、やっぱり弾が前段当たらないので、ダメージも低くなりますよね。だけど、ADS をすると、弾が集約されて前段当たるようになるので、ダメージが通りやすくなります。この距離だとあんまり変わんないけど。はい。で、例えばなんですが、ADS を使う場面って、ショットガンにおいてはあまりないんですが、例えばね、もう30メートル離れてるところで、押し打ちをします。そうすると、だいたいこれダメージ減衰もあって、21ダメとか下がっちゃうんですけど、こう絞るとね、ADS をすると、若干弾が当たって、弾の当たる数が増えて、ダメージが上がります。それでもあんまりダメージ差はないんで、これぐらいのね、30メートル離れた距離になると、基本的にショットガンの適正距離外になるので、こういう場合はもう、アサルトライフルで撃つようにしましょう。ショットガンが本当に切るのって、だいたいこれぐらいの距離。10メートルから近距離までね。これぐらいの距離。そう。これぐらいの距離で戦うようにしましょう。はい。あとね、どこを狙うかなんですけど、ショットガンで撃つときに、この敵のどこを狙うかなんですが、頭を狙うと、ヘッドショットダメージが入ります。胴体に撃つよりも、ヘッドショットダメージが入ります。ヘッドショットを狙うと、やっぱりダメージが増えるんですね。胴体の時よりも、ヘッドショットの方がダメージが大きいです。これ、オートでもそう。胴体の時と、ヘッドショット。胴体の時とヘッドショット。どこを狙うか。一番いいのはこの頭を狙う。ヘッドショットを狙うのがいいんですけど、結構外すことがあります。頭を狙っちゃうと。やっぱりこの胴体を狙った方が当てやすいんですね。頭ちっちゃいので。なので、最初、ショットガンにまだ慣れていない場合は、ヘッドショットは狙わないでください。この胴体を狙うようにしましょう。一番面積が広い胴体。足とかでもなくて、この胴体ですね。ちょっと言うと少し上。胴体の少し上。首元あたり。首元あたりを狙うと、ヘッドショットも入る場合があります。そう。基本は胴体なんですね。余裕があればちょっと上。完全にこう頭を狙ったりはしない。頭を狙って外すよりも確実に胴体を当てていきましょうっていうことになります。続いてね、これはメンタルの話になるんですが、ショットガンのね、エイムの話で、テクニックじゃないんかいって思うかもしれないんですが、大事なんですね、メンタルって。で、近距離戦って、誰でも緊張すると思うんですよ。焦ると視点操作が乱れて外しちゃうことって結構あります。だから、まず、今自分焦ってるなっていうのを自覚するところから始めましょう。これだけで命中率って変わります。今自分が焦ってるなって感じた瞬間、スッと冷静になれるんですよ。落ち着こうってね。それに気づかないと、どんどん焦っちゃいます。だから、ショットガンを当てるというのは、冷静になって、きちんと敵を視認して、レティクルを合わせに行くっていうことが何よりも大事です。基礎中の基礎なんですが、これ結構できてない人って多いと思うんですよね。焦っちゃって、敵の姿もろくに見えてなくて、レティクルもしっかり合わせる意識がない。そんな余裕がないみたいな。敵どこにいるんだろうってな。こっちかな、あっちかなみたいな。で、視点をぐるぐる動かしちゃう。で、敵がいないところをこう撃っちゃったりね。焦って。そういうことがないように、まずは落ち着きましょう。これが大事。次ですね。敵を常に画面の中央に収め続けるということになります。これはすごくショットガン以外でも重要なんですが、フォートナイトのゲームにおいて、基本の中でもすごく重要なことになります。この画面中心にあるレティクルに常に敵を収め続ける。こうやって横に歩いてる時でも、常に敵にレティクルを収めておく。ジャンプ中でも敵にレティクルが合っている状態。これをなるべく維持する。これが、エイムの基本になります。常に画面の中心に敵を収め続けるっていうのは、操作としては、この左スティック、コントローラーで言うと左スティック。この動きプラス視点操作ですね。このキャラコンプラス視点操作。これを両方やります。両方活用して自分が動いてても敵を画面の中央に押さえ続けるっていう操作を、これを練習してください。そう、エイムって結局これが全てなんですよね。エイムが上手いか下手かで、結局これができてるかどうかになるので、ショットガンエイムを向上させたいのであれば、この意識をしっかり持ってください。はい。では次ですね。エイムを合わせるコツとして、視点よりもキャラコンで合わせましょうということになります。上級者になれば、もう視点操作でバンバン当てちゃうんですけど、
初心者の場合は、まずはね、この視点操作ではなくて、このキャラコンで合わせていくようにしましょう。ショットガンのエイム練習上達の、まずはじめは、このキャラコンですね。ジャンプ、左右移動。そう、これで、当てるというところから始めます。もうこんなところからやってらんないよっていう方はね、ちょっと先進んでいただいていいんですが、これって本当なんていうか、もう、キャラコン操作の基礎なので、これができてないとね、視点操作も多分できないと思うんですよね。だから、ちょっともう本当に初期の入門になっちゃうんですが、これが自分がちゃんとね、意識できてるかっていうのは、再確認してみてもらえればと思います。はい。じゃあ次にね、打ち方、レクチャーしていきます。で、この打ち方なんですが、レレレ打ちというのが基本になります。普通にこうやってね、何も動かないで、ショットガンって打つと、相手からも打ち放題になるんで、すぐにやられてしまいます。なので、こう左右に動いた状態で、ショットガンを打ちましょう。こう。オートの方がいいかな。あ、そうだ、これ。言うの忘れてた。最初ね、ショットガンじゃ、これ3つのどれを使えばいいのかということなんですが、オートショットガン、ツインハンマーショットガンを買ってください。で、その理由なんですが、連射が効くからです。しかも、10発撃てます。リロードなしで。で、ポンプショットガンは連射が遅いんですよ。なので、一発撃ってガチャンってやってる間に、こっちもダメージを受けてしまうので、トータル的に早く倒せるのは、こっちのツインオートショットガンになります。でこっちの方がレティクルも広いし、この10メートル以内の距離だったら、ダメージもそこまでね、大きく変わらないので、強いんですよ、このオートショットガンって。これぐらいの距離だったら。なので、ショットガン初心者の方は、このレレレ打ちをしながら、このオートショットガンで胴体に前段当てられるように、この練習をまずはひたすらやってください。この練習。オートショットガンをひたすらレレレ打ちしながら、胴体に前段を当てるイメージで。はい。で、レレレ打ちなんですが、こうあんまり細かく、こうやって、これぐらいの動きだと、あんまり意味がなくて、2歩3歩動くって感じですね。こんな感じで。常に相手の胴体に前段叩きつけるイメージで。で、最初は、カウントするといいと思います。10発撃てるんで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。こうやって自分でカウントしとくと、弾切れまであと何発っていうのがすごくよくわかります。で、これは、ショットガン戦闘の基本中の基本の動きなので、基本的には、この戦い方で OK です。で、ここで注意点なんですが、ショットガンの撃ち方って、対面の戦い方っていろいろあるんですが、例えばジャンプ打ちとかね、こうやって。ヘッドショットは結構入りやすいジャンプ打ちとかってあるんですけど、ジャンプ打ちっていうのは優先度は低いです。っていうのが、上手い人からしたら、ジャンプ中ってすごく当てやすいんですね。例えば、こっちのボットで見てみる。これボットジャンプするんですけど、ジャンプ中って動きがすごく単調で読みやすいんですよ。逆にこうやって地上でこう、レレレされてる方が当てにくいんですね。こうやって、当てやすいんです。これジャンプしてると。こうやって。ジャンプしてくれる方が、上手い人にとっては、ありがたいんですよ。当てやすいから。着地のね、ジャンプの頂点もわかるし、着地もわかるし。で、すごく当てやすい、これ。上手い人からしたらね。そう。だから、基本的に無意味なジャンプ打ちっていうのはやめましょう。で、あとね、当てにくいんです。難しいんですよ、ジャンプ打ちって。そう。ジャンプボタンも押さなきゃいけないし、左右にも動かなきゃいけないし、ね、視点操作でエイムも合わせて発射ボタンも押さなきゃいけない。だから、こうやって普通の地上でのジャンプしないレレレ打ちに比べて、ちょっと操作がね、難しいから当てにくいんですね。そう。で、それをするよりも、確実にこのレレレで、素早く10発前段ぶち込む方が早く倒せます、敵を。なので、ジャンプ打ちは、まだ覚えなくていいです。このジャンプ打ちとか、あとこういうスライディング打ち、こういうスライディング打ちとかね。こういうのはちょっと応用編でやりますので、今回の基礎編では、これは意識しなくて OK です。まずはこのレレレ打ちで前段素早く10発当てるっていう意識を持ってください。
応用編の方では、こういったスライディング打ち、ジャンプ打ちとか、あとはそのアサルトライフルを使った、コンボ技とかね、ちょっといろいろご紹介しようかなとは思ってるんですけど、この基礎編の段階で、ちょっと覚えておいてもらいたいのがあって、この遮蔽物を使うっていう、これ今バンカーを出したんですが、遮蔽物を使って戦うっていうことも一緒に覚えておいてほしいんですね。こうやって今やったみたいに遮蔽が何もないと近距離の状態でやるときはもうしょうがないんですが、基本的にはそういう状態になる前に遮蔽物に隠れて撃ちましょう。で、ライトハンドピークって多分もうご存知だと思うんですが、フォートナイトのゲームって、この真ん中のレティクル、画面中央のレティクルの左側にこのキャラクターがいるじゃないか。そう。だから、キャラクターは隠れるけど、レティクルは外に出てる。この状態。キャラクターは遮蔽物の中に隠れてるけど、レティクルが出てる状態。キャラクターは手はちょっと出てるかな。で、今この構えてる銃の上に赤いバッテン出たの分かりますか？これバッテンが出た、消えた、バッテンが出て消えた。これ。で、このバッテンが出てると、相手に届いてないんですね。この状態だと画面中央のレティクルまで弾が飛んでいきませんよというマークになります。なので、この状態だとせっかく立てた遮蔽もね、壊してしまうことになりかねないので、こうやってね、自分で身を守る遮蔽を壊してしまうので、バッテンが消えた状態で撃ちましょう。ってね。で、もう一つは、ヒットアウェイって言うんですが、よくボクシングで使われる用語なんですけど、攻撃したら隠れる。攻撃したら隠れる。攻撃したら隠れる。そう、この動きをできればやるようにしてください。こうやって打つだけだと、やっぱりね、ちょっとはみ出た手とか、その部分をね、打たれてしまうんですよ、向こうからも。だから、慣れてきたらでいいんで、遮蔽物がある場合には、打ったら隠れて、打ったら隠れて、打ったら隠れて、この動きを覚えるようにしましょう。ショットガンの対面は、今教えたことを意識してもらうだけでいいんです、最初はね。で、そんなこともう分かってるわいと。そんなこといいからもっとね、強い応用編を教えてくれという方は、ちょっと次の動画をね、お待ちいただければと思うんですが、ショットガンの対面で、まずどういった戦い方を基本にしたらいいか迷ってるとかね。そういう方は、今言ったことを意識してください。ジャンプ打ち特にしちゃってる人が多いので、ジャンプ打ちをね、むやみにやらないようにするだけでも、多分、今までよりも勝てるようになるんじゃないかな。で、次にね、練習方法、さらっとご紹介しようと思うんですが、おすすめの練習はね、こちらにある、このボットくんでひたすら練習をするっていうことです。このボットくんは、打ってきたりはしないんですけど、結構ランダムに動くんですね。このボットくんに対して、基本レレレ打ちでやっていく。で、ジャンプした時も、対空で当てられるように意識する。レレレをしながら、このボットくんがどこにいても当てられるように。確実にね。こんな感じで。この上、相手がジャンプした時にもこうやって追えるように。それをひたすら練習してください。自分はジャンプしないでいいんですよ。自分はジャンプしないで、ひたすらレレレしながら、このボットくんに当てていくと。で、これで例えば外しちゃったりね、したら、まだまだなんで極力外さないように。で、最初はゆっくりでもいいです。ゆっくりでも。最初は、レレレしなくてもいいです。最初はレレレしないで、最初はね、レレレじゃなくていいんで、こうやって、キャラコンで、ジャンプして当ててもいいんですけど、ジャンプしてやるとね、ちょっとジャンプ打ちの癖がついちゃうとこもあるんで、最初はやっぱ左右だけで、左右のキャラコンだけで打っていく。こうやって。左右の左スティックの動きだけで当てていく。視点移動はしなくていい、最初は。こうやって。視点移動はなしで、ジャンプ中は当てられないけど、左スティックの動きのみで当てていく。こうやって。ほんと、もうちょっともどかしいんですけど、これが基本なんですよ。このガンシューティングのゲームの基本。で、これができるようになったら、この視点操作も加えていく。こうやって、キャラコンプラス視点操作も加えていく。
はい。で、これも慣れてきたら、次に上。視点操作の上も加えていく。最初はジャンプした時だけ打つでもいいですよ。ジャンプした時だけ打つ。パッ、パッ、パッ、パッ。そう。で、これも慣れてきたら、さっきみたいにやっていくんですけど、だんだん、連射していく。押しっぱなしでもいいんですけど、押しっぱなしだと結構早く連射できるので、だんだんこう、早くしていく動作をね。で、あとレレレも意識しながら。そうすると、このレレレの移動と、この視点移動と、左右の視点移動と、上下の視点移動。これを組み合わせるんですね。結構ね、簡単なようで難しいんですよ、これ。で、これを外さないように、正確に狙っていく。そう。で、これがまずできるかどうか、できるようになるかどうかが、ポイントになります。で、これを覚えてからですね、そのジャンプ打ちとかスライディング打ちとかやるのは。まずこれが対面のショットガンの、絶対に覚えるべき動き方と打ち方です。レレレと、この視点、左右の視点と上下の視点。そう。これが本当に身につけてほしいです。で、これをまだね、外しちゃうとかっていうことがあれば、まだまだこの練習をね、続ける必要がありますので、できれば応用編には来ないでください。はい。まずはこれを完璧にしてほしい。これをね、外さずにできるようにならないのに、ジャンプ打ちとかスライディング打ちとか、ね、素早いキャラコンとか覚えても、ダメなんですよ。まずは、ショットガンエイムを上達させたいのであれば、これをやる。これで、しっかり当てられるようになる。レレレ打ちでね。で、逆にこの視点操作だけで、やるのもいいんですけど、これも練習の一環としてやってもらうのもいいんですけど、基本、本番のマッチでこれをやるかって言ったら多分やらないんですよね。こうやってレレレ打ちで被弾を防ぎつつ当てなきゃいけないので、そう。この左右のレレレキャラコンと視点操作で、オートショットガンを前段外さずに当てていく練習。これを練習しましょう。はい。で、これが、もう大体できてきたよって言った時に、もう一個おすすめの練習があって、ここなんですけど、ちなみにこのマップね、マップコードがこの画面の上に書いてます。5112の1759の8096。このマップね、結構エイム練習マップして、僕がいつも使ってるんですね。で、ここにこれ経験値もらえるマークだったり、その最新シーズンの武器たちもありますので、ここでね、ちょっと練習してもらえばと思います。で、これ、ここのエリアは敵が上からこう降ってくるんですね。で、それを、撃っていく練習になります。で、ここのダブルポンプっていうところ、センチネルポンプショットがね、こう自動的に、なってしまうんですけど、ここをね、オンにしてください。緑状態にしてください。はい。で、敵を撃つと、どんどんこう、上から降りてくるんですね。はい。で、これを撃っていくっていうやり方になります。で、これはね、結構難しいです。さっきのと比べたら難しいんですけど、これ反射神経の練習になるんですね。で、これ、慣れてくると、キーボードマウスの人とかは、フリックって言って、こういう、なんていうか、パッパッって動くような、やつでやるようになっちゃうんですけど、こうやって。コントローラーの人は、多分こういう動きって難しいと思うんで、左右の、この視点、キャラコン、左右のレレレ動きと、あとこの左右の視点操作。これでやっていくことになります。ちょっと難しいんですけどね。ちょっと上級者向けにはなるんですけど、こういう練習もありますよっていうご紹介になります。これができると、だいぶショットガンのエイムって向上するので、
これも応用編に、練習の応用編になるのかな。こういうのもあるっていうのも覚えておいてください。はい。ということで、今回はね、ショットガンのエイム講座の基本編になるんですが、まとめになりますね。ショットガンの対面で大事なのは、エイムもそうなんですが、考え方ですね。今みたいな解説した知識とか戦い方、結構重要になりますと。で、敵が近くに来た時に、自分がどういう戦い方をするかっていうのが分かってれば、基本的に頭が真っ白になるっていうことは多分なくなってくると思うので、精神的にも落ち着いてね、対応できるようになると思う。で、落ち着けば、必然とエイム力も上がっていくので、ぜひね、ショットガンがなかなか当たらないよっていう人は、一から出直すっていう意味でも、基礎からね、もう一度やってみていただければと思います。はい、ということでね、基本編は以上になります。次回は応用編としてね、ジャンプ値とかスライディング値とか、その他、コンボ技とかね、ちょっといろいろやっていきたいと思いますので、次回の動画も見ていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。